考えすぎだよ。みんな我慢してるんだから。そんな一言であなたの心の SOS がなかったことにされちゃった経験ありませんか？ありますね。職場でいやそれはおかしいでしょって感じてもどう言えばいいかわからなくて結局モヤモヤしたままみたいな。今回はまさにそんな状況に光を当ててあなたの尊厳を守るための盾と矛になるようなお話をしていきます。テーマは心理的支配と詭弁への対抗策です。特に2024年4月から法律で義務になった合理的配慮という考え方とそれを拒むためによく使われる一見正当そうな言い訳のからくりを一緒に見ていきましょまず大前提としてあなたが求める配慮って単なるわがままじゃないんですよね。これは法律で認められたあなたの明確な権利なんです。そのキーワードが合理的配慮ですね。これが2024年4月から会社など民間の事業者にとってもただの努力じゃなくて守らなきゃいけない法的義務に変わったんです。努力から義務へ、それは大きな変化ですね。もし会社側が配慮を断るなら事業にものすごく重い負担がかかるんですっていうことを具体的かつ客観的にできれば書面で説明する責任が出てきたんです。なるほど。うちではちょっと難しいんでみたいな曖昧な理由だけではもう通用しないってことですね。これは心強い。まさに。でもなぜ法的な義務になってもすんなり配慮が受け入れられないケースがあるんでしょうか。そこには相手が使う言葉のパターン、いわゆる詭弁が関係していることが多いんです。よくあるのがそんなに気にすることみたいに個人の感じ方の問題にすり替えられたり。そう、資料ではガスライティングの一種だと指摘されてますね。あるいは他の人はみんな大丈夫だよって周りと比較して同調圧力をかけてくる。ありますね。これらの手口に共通してるのってこちらの自信を揺さぶって思考を混乱させて本来話し合うべき論点から巧みに話をそらすことなんですよね。そして今回特に深く切り込みたいのが一般の会社に入ったらそんな配慮はしてもらえないよっていう論法です。うわー、出たらこれ一見すると将来を心配してくれてるようにも聞こえるからタチが悪いんですよね。社会の厳しさに慣れとかないとみたいな。でもこの論理よく考えるとすごくおかしいんです。まず第一に一般就労って言葉がものすごく曖昧。確かに IT ベンチャーと昔ながらの製造業、接客業と事務職じゃ環境も求められることも全然違いますもんね。それを厳しいの一言でまとめるのは乱暴すぎますよね。そうなんです。次に目的と手段が矛盾してる。本当にあなたの就労を応援したいならやるべきことは配慮を拒否することじゃなくて必要なサポート、つまり合理的配慮を提供して能力を発揮できるようにすることのはずなんです。目指すゴールがあるのにそこへ向かうための有効な手段をわざと取り上げちゃってるみたいな。完全にねじれてますよね。そして何より合理的配慮の本質は一人一人の状況に合わせる個別化にあるのにみんな同じ基準でと画一的に押し付けるのは支援じゃなくて組織の都合のいい管理でしかありません。どんなにもっともらしい理屈を並べられても揺るがない事実がある。それは事業者には合理的配慮を提供する法的義務があるということですよね。じゃあ実際にどう行動すればいいのか。ポイントは感情的にならず冷静に着実に手順を踏むことです。特に大事なのが記録と書面でのやり取りですよね。まさにいつ誰が何を言ったか客観的な事実を記録しておくこと。ちなみに会話の当事者であるあなたが自分を守るために相手に告げずに会話を録音することも法的に認められています。それは心強い。そして要求は口頭だけでなくメールなど形に残るもので伝えて書面での回答を求めること。これで言った言わないの不毛な争いは避けられます。相手の感情論や一般論に引きずられず事実と法的根拠に基づいて冷静に具体的な説明を求める。
これが自分を守る強力な盾になります。今回は合理的配慮はあなたの権利であること、そしてそれを阻む言葉のからくりと対抗策についてお話ししてきました。大切なのは相手の土俵に乗らず、客観的な事実と法律を武器にすることです。とは言っても、一人で立ち向かうのは本当に心が疲弊しますよね。もしもう無理だと感じたら、決して一人で悩まないでください。労働問題を相談できる窓口や法テラス、地域の障害者職業センターなど、あなたをサポートしてくれる専門機関は必ずあります。あなたは決して一人じゃありませんから。最後に一つだけ問いかけをさせてください。はい。もしある組織が外の世界は厳しいからという言い訳で法的に定められた支援さえ怠るのだとしたら、その組織は本当にあなたの成長と尊厳を大切にしてくれる場所だと言えるでしょうか。あなたが今いる場所と、そしてこれから関わる場所を見極める上で、今回の話が何か一つの視点になれば嬉しいです。